よいしょ。今ですね、私たちが初めて泊まった温泉宿看板を見つけました。シーパレス。ここね。シーパレスだよ。これここだったのね。ここだったのね。でももう潰れてんじゃないのこれ。でも一応行けるんやな。こっちまで行ってみようか。まだ俺たちが私24とか5だよ。俺が30になったぐらいの時だね。そうだね。もう結婚する前やもん。結婚する前。ここで初めて温泉宿に入り、さあその宿は今一体どうなっているのか。看板は非常に怪しい状態まで何を見に行ったの、結局こういうとこ好きなんな。そもそもジアスしかり結局岬の先っぽに行くんだな俺ら。正月しかりさ。すごいすごいすごい。すごい。こっちやな多分。なんかもう何もない。何もない。そうだよね。なんか作ってる。あれあっちなんか大きい建物ある。あそこあそこ。あれだ壊してる。うわー、これは撮んなきゃダメでしょ。夢の後じゃの。まあ新しくできたら来ましょうね。それはそれで面白いやん。今から島に渡りますね。はい。串本大橋。ここでしたね。はい。綺麗ですな。今日は全然風なくてすごくいいじゃん。昨日とはもう全然違うね。すごいあれなんだっけ、ほらいけすみたいな中に。養殖いけす。マグロとか？なんやろな。はい、島に上陸します。伊勢海老天丼食べれますか？食べれますよ。お腹空いてますか？めっちゃ空いてますよ。静かだと思ったら腹減ってたのか。はい。結構いる？結構いる。ねえ。釣り人かもしれないけど。まあな。結構いらっしゃるよ。伊勢海老でちゃんと書いてあるよ。本当だ。よかった。営業中ですよ。いやもうこれ営業してなかったら泣くよね。私泣いていいよね。さあ伊勢海老リベンジでございます。伊勢海老天丼ね。伊勢海老天丼の特上ってこと？特上ってこと。特上は高いんでしょ？多分。あなた食べてもいいのよ。僕はだってそんなにエビさん好きじゃないですからなんかずっと海鮮ばっかりですからねここに来ているのもなんですけど、ね、あ、そっか、昨日も海鮮。そうなんですよ。そんな混んでることはないね。ちょっとビール飲んだりしてる人がいる。めっちゃうんだったら飲んでこうだよね。ここね、これね、伊勢海老あるかちょっと聞いてくださいよ。もうなかったらもう帰りますからね。よかった、伊勢海老天丼あったこれの上ですからね。これ普通のが3500円って特上は特上にした？特上が5500円かな。今何にした？特上じゃないんじゃないの？上って言ったんじゃないの？そう、特上もある。特上にしてこい。特上に写真後でいいから撮っといてあげるから、特上に変更でしといて。はい。待って、これは特上ですよ。6500円でした。特上、6500円と、私は、魚フライ定食1000円だね。うわすごいねこれエビどんだけいるのこれ。大きいのがめっちゃ大きいよこれ。はい、これが特上。ドアップでいかしていただきます。これ見てくださいこれ殻をまとっとるよ。すごいよ。これだね、ご飯が見えません。そして味噌汁もこれ、こっちにも伊勢海老、でデザートと漬物とかね。すごいボリュームなのに地味に見える。なんかいいですよね。そうなんですよ。でソースをつけて、味噌汁も普通で、あとは一緒ですね。さあ、いいです。伊勢海老2尾分ですよ。
あ、辛入れですね。よくないこれ。あなたの顔よりでかいよ。ほら、うわ、きた。大きさで言ったら最大級ですね。伊勢海老ですけど。甘エビが甘い。その角で目刺さないで。大丈夫。いいよ。うわ、なんですかこれ。うわ、ほんと。ホクホクじゃん。めちゃめちゃ美味しそう。これで効果の気なかったら悪魔って。おお。ここね。新鮮だから。味噌美味しい。うわ。うまいよ。ちょいケーキで大丈夫。すごない。エビだ。エビです。しみじみ美味しいんですよ。しみじみ美味しいんですよ。夢よ。仕事入っちゃったりする。頭ほら。あら、俺も食べなきゃいけないわけだ。カラオケバじゃなかったの。本当？俺がすごいんだよ。大変だから。その方法。そうだったな。まだこんだけど。すごいね。これ怖いね。うわ怖っ。どこまで行けんのこれ。おお。行けたここまで。ごちそうさまでした。いや夢が夢が叶ったよ。特上がありましたね。普段はこの金額が、まあ上5000円。3500円。これがまあいいやつの一番通常あるのの一番上がこれっぽいね。3500円がレギュラーでしたよ。レギュラーですか？で上が5000円です。5000円。今日のが6500円。特上。はい。特上と上の違いは伊勢海老の大きさの違いだけです。はい。上の大きさも隣のお母さんの見てる限りは相当大きかったです。大きいよね。大きい。で波のやつがこういう感じ？これも一匹ついてるね。一匹ついてるよね。ちっちゃめのが多分一匹。そうですかね。はい。まあ大きさですね。はい。プリップリなのよ。こう火通しすぎて硬いとかじゃなくて、本当にいい揚げ加減なの。で身も甘いの。で今期行った人がちょっと子供が熱いよって書いてたんだけども、いやいや逆にこのぐらいないとやっぱり身をさカバーしないじゃない、保護しないじゃない。いやちょうどいい厚さでございました。早いんだよね出てくるだからね。さっとやって。いや美味しかったの。まあエビの味自体で考えるとやっぱり伊勢エビはその値段の割に車エビとかと比べるとやっぱり味がエビの味はさ天丼で食べた時はそんな感じないんだけど、味噌汁はすごかった。エビ汁がさすごいのよ。伊勢海老はさ、ためにいるんではないかというぐらい。よくほらね、前の晩にお宿行くとさ、お作りで出てきて、翌朝さ、お味噌汁で出てくるじゃん。いや、そんだけやっぱ使いたくなるぐらい、美味しいんです。だし美味しい。しかも、あれはさ、頭だけじゃなくて半身入ってた。はい。だから、カスじゃないんだよね。カスじゃないの、そうなの。身が入ってる、身が。すごいの。いや美味しかったね。よかったね。はい。
で今からですね、向かっておるのがはい弘法湯でございます。はいなんか素敵な温泉ね。はい前回温泉やってなかった。予約が取れなくて入れなくて、で道の駅の中にあるのかその周辺にあるお店で受付ということで、はいもうとりあえず道の駅行きます。はいなんでこうなったのっていう感じですね、これ。うんこれここからですね。ここからですね。深さ的にさ、ちょうど泳げそうな深さ。いける感じ。すごいねこれ。どんな景勝地に行ってもまずはあれですよ、食い物からですよ。さあ、そして前も降りたことあったっけな、ここあるな。ちょっと僕ピンチかも。またこれ靴また怒られるよこれ。船虫とかもいないね。ちょっと生き物がいないんですよ、生き物が。あら、こんなんですよ、向こうさんが。これが受付の端食い以降でございます。ここで受付ですよ。はい、それでは行きますよ、もうすぐですからね。この道の駅を出て、ここで受付をしました。そして、温泉があるのは、これを三重方面ですね。42号を走らせます。さっきの交通だ。板張りはご夫婦なったかしら。そして、どこだ、これか。これじゃん。これ降りんの？これ？ここは駐車場なんです。ほう。いや、目の前やん、マジで。はい、到着しました。こちらでお風呂いただきます。弘法湯貸し切り絶景筆頭ですよ。もう入ってる人はもういないよね。時間になるまで開かないかもしれないけどね。何これ、すごいとこですよ。でこれです。ちょっとこうやって押してますね。開きました。よかった。いたら大ピンチだわ。いい匂い。でもめっちゃ新しいじゃんこれ。本当だ。お風呂どこにあるの？そっち横。で鍵閉めますよね。うわ何、もうそこお風呂？おや。うわ、すっごい。どういうことこれ。うわ、すごい。うわこういうこと。見てください、これねこれ超リゾートですよ。いやーすごいねこれ。ここからこう見たらこの空間わかりますか、これねえ。すっぽんぽんでな、宮崎とかで貸し切り温泉とかいただきましたけど、全然こっちいいですよ。部屋ね。ラベルが違いますよ。これこういうことでしょ。これ開く。宿泊し、ここは宿泊施設としても利用できるんだって。ここに泊まっちゃうの？泊まっちゃうんだ。だからこの中に布団入ってんじゃないですか、ひょっとしてこれ。ほら、入ってた。ここに泊まっていいと。これね、これ。おー、ちょっと泊まってみたいですよね、ここ。泊まってみたいよね。こここんなんですからね、これ。だってもう私らいいじゃん、ご飯とか。ねでも夜中入り放題。え。ねえ。ここお湯はどうなんですか、成分的には。アルカリ単純泉ですね。脱いでる。脱いでるよ。いや、これいいじゃないですか、これ。めっちゃ逆光っていうかあれですけどね。いやすごいいい感じを。危ない。うわ、最高に気持ちいい。これはね、人気なの分かりますよ。1人1200円で、
2人で借りなきゃいけないのかな。だから2400円がミニマム料金だと思います。1時間。はい、ですから今日は2人で入ってるんで1200円ずつ払ってるという形で利用させていただいております。こんな感じで、これが使った様子。使ったらこんな風に海が見えます。終わりました。和歌山ツアー、はい、リベンジできましたな。はい、最後弘法湯入りました。来てよかったよ。すごいね。びっくりしたね。これをさ、もうお湯はまあそんなにほら極端にいいわけではないかもしれないけれど、でまあまあ、ね、いい匂いするし、そう、まあ単純アルカリ性、でもまあこの眺めと雰囲気はさ、最高ですよ。しかもあそこは事前にちゃんと予約すれば、最後の時間予約すればいいのかな。そうだね。そしたらそのまま宿泊できる。もちろん宿泊代は別だけども、いやでもあれいいよ。いいね。なんかちょっと飲んでさ、夜また入ってさ、星空入ってさとかさ、すごくよくないあれ。1時間、夢の1時間が2400円で買えると思ったらいいですね。というわけで、和歌山リベンジツアー終わりました。終わりました。本当に今日はリベンジ尽くしたね。よかったよ。なんか全部回収したよ。本当だね。伊勢海老と弘法湯、よかったな。よかったです。これ来てなかったら、まあ来なかったら分かんなかったんだけど、本当に大公開してたよね。大公開してたね。あとほら道の駅の椿花の湯、いつも家族風呂しか入ったことがなかったけども、一般のお風呂の方の源泉が本当にすごいよ。すごいね。本当にすごいよ。もうびっくりしたよ。まあ改めて和歌山の底力を知りました。感じましたね。で、ケビンとキャサリンなんですけども、今三重県の一番端っこの美浜町あたり走っておりまして、坪湯に我々も大好きな湯の峰温泉の坪湯に向かっている。で今日は入らず、本宮、道の駅本宮で今日は車中泊して、明日の朝早朝攻めるという形のようです。で我々からすると、海沿いを走ってて本宮の方に入るのは結構中に入るので、そうなんだよね。もう今回はここで、もうすれ違わず、残念ながら我々は三重の方に42号および高速で帰っていきたいと思います。